How are you doing, guys? この番組は元大京都出身の侍ジャパンがお送りする腕時計のさあ、今回も必見です。ロレックスオイスターパーペチュアル 34mm 通称 OP の登場です。詳しくレビューします。価格帯が低めということでエントリーモデルとして捉えがちですが、私はですね、例えばセイコー5、こちら右がですねに始まりセイコー5に終わるという格言があるように、ロレックスにも似たような感覚を持っています。もちろん感じ方は人それぞれですので、その点は大人の対応でお願いいたします。右側にはロレックスのイメージ映像を流しておきます。誰もが知る実用時計の王者ロレックスですので、歴史などは割愛しまして、早速ディテールに迫っていきたいと思います。今回の主なトピックはエクステリア、サイズ、重さ、タイムグラファー、リストショット、コールショットです。それでは行きましょう。レッツゴー。外観です。改めまして、こちらはロレックスオイスターパーペチュアル 34mm、 レファレンスは124200です。モノブロックミドルケース、スクリュー式バックケース、スクリューダウンクラウン、素材は 904L オイスタースチール、ベゼルはふっくらとしたドーム型になっていますね。風防はもちろんサファイアクリスタル、防水性能は 100m です。ムーブメントは自動巻きの最新キャリバー2232、精度は日差マイナス2からプラス2秒、高精度クロノメーター、驚異の精度を誇ります。振動子はシリコン製白騎士ヘアスプリング、高性能パラフレックスショックアブソーバーを装備。耐磁性に優れ、気温の変化にも非常に高い安定性を保ち、従来のヘアスプリングの10倍もの耐衝撃性を実現。あらゆる向きにおいて当磁性を保ちますと。耐磁性能、耐衝撃性能も万全です。パワーリザーブは55時間に延長されています。ここからは個人的なパートになりますが、どうして 34mm という部分ですね。これはもう一言、圧倒的な取り回しの良さ、使いやすさにつきますね。もう袖にも全く干渉せず、ドヤ顔で主張することもなく、かといって作りの良さ、品の良さがすぐに見て取れるブランドパワーの分かりやすさと、そしてもちろん丈夫で壊れることもなく、粛々と正確な時を刻んでくれる、もう可愛らしい時計ですね。もう肩肘張らずに共に歩んでいく、そんなフレーズがぴったりです。ですから日常使いにはもうセイコー5と並んで最高のリストウォッチとうっかりすると、こちらの右側傑作ウォッチエクスプローラー214270ですねより好きかもしれませんね。妥協などではなくて、そのぐらいこの小さめの OP が大好きなんですよ。後ほどリストショットでも詳しくいきましょう。それでは軽くサイズを測っていきましょう。まずは幅ですね。これはもちろん 34mm ちょうどとなっています。それから手首の周りに左右する最も大事なところ、縦ですね。ラグトゥーラグ 40mm に収まっていますね。これだともうどなたの手首にも収まると小ぶりな感じがいいんですよね。厚みですね。これは実寸で 11.4mm となっています。薄いですね。ラグウィズは 18mm となっています。後ろに回りますと 14mm までテーパードしていますね。ですからぎゅーっと18から 4mm 絞り込まれる、このようになってますね。幅が34、そして、ブレスまで行くと18、そして最後のところは14まで行きますので、このようにスーッと流れるラインのように美しい装着感を作り出していると。綺麗ですよ。ダイヤルへ行きましょう。こちらは真っ黒な黒ではなくて明るいブラックとなっています。
そして、サンバースト仕上げですので、このくるくるくるっと放射状に光るのが回っていきますよね。ぐるっとホワイトゴールドによるこうインデックス、自分針ですね。これが綺麗に輝いています。そして12時位置には王冠マークがあります。それから 34mm モデルはここの小さくて分かりにくいですが、例えばこのローマ数字ですね。ですのでこれ12ですよね。ここに行くと2、3、5、6、7とローマ数字が入っていますね。それからこの周りの内側の周りですね。ルーレット刻印刻まれています。これもアクセントの一部になっていますね。綺麗ですね。キラキラキラっと反射しますので、ベゼルですね。これはふっくらとドーム型になっています。ご覧になると分かりますよね。このふっくら感がね、良いですよね。そして横に行きますと、やはりこれも曲面による構成。スパスパではなくて、グランドセイコー等々とはね、やはり全く違って、反対側に行っても、やはり同じようにこのように綺麗に映っています。そして裏はもちろんいつものこのブレスへ行きましょうか。このブレスの秘密がね、ありますよ。わずかにここ動くんですよ。独立3連になっています。で、可動はほぼ1ミリ以下ぐらいでしょうかね。もう触った感じでぐらいしかわからないんですけど、見た感じちょっとわかりますかね。この際あたりがちょっとずれているのがわかりますかね。このぐらいなんですね。コマが細かいのも素敵なんですけれども、逆にこのオイスターブレスの場合には、この腕の装着感ですね。しっかりとした輪っかとして腕に巻きつける。そのような感じのコマあたりも、わずかにこう曲面になっていますよね。屋根瓦のように、まっすぐではなくて少し曲がっているのわかりますよね。一コマあたりが。これがこの曲がった時に微妙なこのフィット感を作り出すということですね。美しいですよ。でバックルへ行きましょう。バックルはもうシングルロックですね。ここを爪でちょっと引っ掛けると、音もなくね、このようにここに爪があって、それをカチンとここへパチンといきますよ。コトンとね、パチンというよりはコトンという方がイメージが強いです。イージーリンクがついています。ですので、ここが外れますね、ポコッと。はい。これで外れて約5ミリ延長されると、ちょっとこのね、この辺り際がちょうどなってますよね。きっちりしていますね。ドアップで撮影していますので、これね、もう指紋はご了承ください。これは鏡面バックルとなっています。でこのシングルロック、これが意外とやはり楽なこともありますね。対してこちらのエクスプローラーですね。プロフェッショナルモデルですので、このダブルロックですね。セーフティーキャッチ付きということになっていますね。安全性重視と。もう脱落しないですよね。これも素晴らしいモデルですね。タイムグラファーです。手巻きで巻き上げすぎかなというぐらい巻いてしまったので、その分ちょっとブンブン振り角が出ていますね。まずはマイナス2 seconds per day ですね。マイナス2秒。そしてアンプリチュードは312度と、ロレックスにしては出過ぎですので、300度以下にね、収めようとしていますよね、ロレックス社は。そしてエラーは 0.1 出ています。28,800 振動ですね。4Hz となっています。そうですね、マイナス1、マイナス2、もうこのあたりですね。そして、後ほど、また、ロングタームの精度マラソンで行きますので、これのね、装着精度、楽しみにしててくださいませ。大体このあたり大丈夫です。リストショットです。スーッと。これ、実は、隣に今ちょうど映ってますが、エクスプローラー1ですね。39mm です。214270。
39mm 全く問題ありませんが、このように映っています。ちょっと覚えておいてくださいね。すぐチェンジします。じわーっと。こちらが、OP34mm になります。これはですね、まあもう小ぶりというよりも可愛らしいと。本当にもうよし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 みたいな感じになってしまうんですよね。ついついね、笑顔になってしまいます。コンパクトさ。もう腕の中に余裕で収まっていますよね。私の手首は 18.0 センチ。バックルもここでちょうどピタッとね、平べったいところで止まっていますので、非常に装着感良いですね。コマは全く抜いていないフルコマの状態ですね。どうでしょう。とってもコンパクト。これがいいんですよ。例えばですけど、今日は、いわゆるスウェットですけど、この辺りになってくるとですね、ヴィンテージデニムな感じなんですが、一応は古いんですけど、こんな感じですね。ここの、リブの部分を見ていただくと、いかに小さいかというのがわかると思うんですよ。このリブの部分で、そうですね、7センチぐらいあるでしょうかね、8センチ。これと比べていただくと、いかにちっちゃいかと。かわいいなぁというのがわかりますよね。全く妨げないんですね。タイムにおいても、シャツを着てもですね、全く問題ないですね。あんまり主張はしないんですけれど、この取り回し感ですね、とっても好きですね。大きい時計はもちろんそれはそれでその魅力があるんですよ。ドーンと。もうでかっっていう感じですよね。この場合には逆に主張はあまりしませんが、やはりどうしてもキラキラと光りますので、わかりますよね。このアンダーステーテッドな感じ、落ち着きのある感じ、控えめな感じというのが普遍性のある、と表現した方がいいですかね。ということでやはりオイスターパーペチュアの真髄と、このウェブでもね、いいですね、リストショット。測ってみましょう。軽い感じ。これ今私はたまたまフルコマですけども、104g ですね。これは軽いですよ。そうですね。例えば130とか、そのあたり普通ですよね。エクスプローラー1行ってみましょう。39mm サイズですけども、132ですよね、やはり。わずかな違いと言いますか、30g 違うので、相当違いますね。取り回しの良さ。これを生み出しているのではないかと。かといって、私はエクスプローラーも大好きですから、その部分はお忘れなくお願いします。はい。じゃんと。このように綺麗に映っていますね。くっきりですね。そして今こちらは OP の34。で、右から登場しますは、セイコー5です。どうでしょう。このように比較すると、色が、なるほど、ブルーっぽいなというの分かりますよね。やはりセイコーは黄緑がかったルミブライトがメインですよね。でもセイコー5、これ1万円ですから、素晴らしいなと。ロレックス左側ですね。OP34 です。問題なく綺麗ですよ。カメラ性能やはり良いですので、もう少し車に映っていますけれども、クロマライトですね。残光具合が良いですね。これだけ明るければ十分ですね。針の細さでこれだけ映るわけですから、クオリティを比べるわけにはいきませんが、セイコー5もすごく検討しているのわかりますよね。いやー、素晴らしいなー。はい。以上です。それでは、マイソースです。皆さんいかがだったでしょうか？以前にも 34mm を所有していましたが、今回改めて
最新のキャリバーを搭載したモデルを入手してみました。今やロレックスは実用時計一辺倒ではなく、ラグジュアリーへの道を突き進んでいますが、このベーシックな OP にこそロレックスの真髄があるのかもしれないと。公式のサイトのキャッチもですね、OP の真髄となっていますよね。この発想は私が車好きということもありますので、その点も含んでくださればと思います。プラットフォーム、アーキテクチャ、コンセプトがしっかりしていると、応用もですね、自由自在というイメージ。プロフェッショナルモデルももちろん大好物ですが、いかんせんこの状況ですよ。探し回るだけで膨大な時間とエネルギーコストがかかりますので、パッとすぐにあれば入手しようかなと2021年現在ではそのように感じています。現状ですと OP すら在庫がないというもはや天変地異的なありえない状態ですが、それが現実ですので受け止めなければと。かといって頑張ってマラソンしていらっしゃる方を否定するものではありませんので誤解なくお願いします。ということでやはりもうマイフェイバリットと一番好きなタイプのモデルですので、私も長くならないように頑張りました。もうこれね、よし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 、そんな感じです。どんな感じ？はい。伝われば良いかなと思います。このあたりで今回は以上とさせてください。いつもご視聴ありがとうございます。